あなたはかぐや姫のストーリーである竹取の物語をご存知ですか？竹取の物語は、日本最古の物語であり、月の世界と地上の人間との切ない別れを描いた伝説です。かぐや姫は竹の中から生まれ、成長後、多くの求婚者を試練で退ける。天皇すらも彼女を手に入れられず、最終的には月へ帰る運命にある。仏教や中国の影響を受け、不老不死や無常観がテーマとなっている。富士山の名前の由来になったという伝説もある。この物語は、日本人の美意識や哲学を反映した名作であり、今なお多くの人に愛されています。ぜひ、最後まで竹取の物語をご覧くださいませ。さあ、物語の始まりじゃ。チャンネル登録して最後まで楽しんでくだされ。昔々、竹取の翁という年老いた男が山で竹を切って暮らしていました。ある日、翁が竹林の中で不思議に光る一本の竹を見つけました。驚いて刀を入れると、中には手のひらに収まるほどの小さな美しい女の子が座っていた。翁は彼女を自宅へ連れ帰り、子供のいない自分たち夫婦の娘として育てることにした。彼女は日に日に成長し、ありえないことですがわずか3ヶ月で成人の姿へと変わってしまいます。しかもその美しさは、まるで月の光のように清らかで、とてもじゃないがこの世のものとは思えなかったくらいでした。翁は彼女をかぐや姫と名付け、深い愛情を注いだ。不思議なことに、それ以来、翁が竹を切るたびに黄金が出てきて、家はたちまち裕福になりました。かぐや姫の美しさはやがて都にまで知れ渡り、多くの貴族たちが殺到し、求婚を申し込むようになりだしました。かぐや姫の美しさを聞きつけ、5人の高貴な金たちが翁のもとを訪れた。彼らは、それぞれ帝に仕える身分の高い者たちであり、かぐや姫を妻に迎えたいと懇願してきました。しかし、かぐや姫は誰とも結婚する意思が全くなかった。そこで彼女は、5人に無理難題を出し、それを持ち帰った者と結婚すると約束しました。最初の求婚者である石造りの王子には、インドの仏の碁石の鉢を、倉持の王子には、蓬莱の玉の枝を、安倍ご主人には、ひねずみの皮衣を、大友恩公には、竜の首の玉を、そして磯の神の魔の足には、燕の肥やす貝を持ってくるよう命じた。これらはすべて伝説にしか存在しない宝物であり、決して手に入れることができないものだった。5人の金たちはそれぞれ使命を果たそうと奔走したが、誰一人として本物を持ち帰ることはできなかった。石造りの王子は偽物の鉢を持ち帰ったが、かぐや姫はすぐにそれを見破ります。倉持の王子は職人に蓬莱の玉の枝を作らせたが、その細工の跡が不自然であり、偽物と判明しました。安倍ご主人は中国まで渡り、ひねずみの皮衣を手に入れたが、かぐや姫が火に投げ込むとたちまち燃え尽きた。大友恩公は本物の竜の首の玉を求めて航海に出たが、嵐に遭い、帰ることすら叶わなかった。磯の神の魔の足は燕の巣を探し回ったが、巣から落ちて重傷を負い、目的を果たせなかった。こうして、かぐや姫の元に残る求婚者は全員いなくなった。5人の求婚者が去った後も、かぐや姫の美しさは途中の噂となっていました。そしてついに帝の耳にも届いた。帝はかぐや姫を宮中に召し抱えようと使者を送り、何度も誘いをかけた。しかし、かぐや姫は頑なにそれを拒んだ。諦めきれない帝は自ら彼女の元を訪れ、直接言葉を交わしました。かぐや姫は優雅な仕草で帝の言葉に耳を傾けたが、私はこの世の人間ではございません。と告げ、宮中には決して行かないと誓った。それでも帝はかぐや姫に惹かれ、たびたび恋文を送った。かぐや姫もまた、帝の真心を感じ、返事を書いた。しかし、それは恋の成就を意味するものではなく、あくまで陶器好きに思いを馳せる寂しげなものだったのです。ある日、かぐや姫は悲しみに暮れ、涙を流していた。翁が理由を尋ねると、彼女はついに自らの運命を打ち明けた。私は本来、月の都の住人。今宵、月の使者が迎えに参ります。と語った。翁とオーナーは驚き、泣き崩れた。彼らにとってかぐや姫は実の娘も同然だった。
翁は帝にこのことを知らせ、帝は直ちに数千の兵をかぐや姫の間に配置し、月の使者を阻止しようとした。しかし、満月の夜、天から光が差し込み、月の使者たちが静かに降り立った。月の使者たちは、まばゆい光をまといながら静かに歩み寄った。かぐや姫は涙を拭い、優しく翁と王の手を取ります。帝の兵たちは剣を構えたが、光の前では無力だった。かぐや姫の体が次第に光に包まれ、やがて浮かび上がる。最後に微笑みを残します。兵士たちは剣を構えたが、月の使者たちの放つ神々しい光に圧倒され、誰一人として動くことができなかった。かぐや姫は涙を流しながら翁と王の手を取り、今まで育ててくださり、ありがとうございました、と感謝を述べました。彼女は帝への思いも残していたが、運命には逆らえなかった。月の使者が持ってきた天の羽衣を身にまとった瞬間、かぐや姫の瞳から人間の情が消え、まるで別人のように穏やかな表情を浮かべました。そして、月へと導かれ、地上を離れていきました。翁と王は涙に暮れ、帝の使者も無念の面持ちでその姿を見送った。かぐや姫を包んでいた光は次第に空へと昇り、やがて満月の輝きの中へ溶けていった。その瞬間、夜空はひときわ美しく輝き、残された者たちは言葉を失った。ただ、帝は静かに空を見上げ、消えゆく光にそっと手を伸ばしました。かぐや姫が去った後、翁と王は悲しみに暮れ、帝もまた深い絶望に陥った。彼のもとには、かぐや姫が残した不老不死の薬が届けられた。しかし、彼は不老不死の薬を手にすることなく、彼女がいないのならば、この命を長らえる意味は全くない、とつぶやいた。そして、彼の家臣に命じ、富士山の頂に不老不死の薬を持って行かせ、火の中へ不老不死の薬を投じました。こうして、それ以来、富士山は今もなお煙を立ち上らせているという。かぐや姫が去った後も、人々は彼女の美しさと悲しい運命を語り続けました。竹取の翁の家は再び静けさを取り戻したが、月の光が差し込むよごとに、かぐや姫の面影がそこに浮かぶようだった。そして、帝もまた、満月の夜になるたびに天を仰ぎ、かぐや姫を思い続けたという。竹取の翁と王は、彼女が残した思い出を胸に静かに余生を過ごしました。やがて、かぐや姫の物語は宮廷や庶民の間で語り継がれ、人々は月を見上げるたびに、天へと帰った美しき姫の面影を忍んだ。その伝説は時を超え、今もなお語り継がれ、日本最古の物語として永遠に輝き続けているのです。竹取の物語は、日本最古の物語として語り継がれ、今もなお多くの人々を魅了し続けています。竹取の翁が見つけた光る竹から生まれたかぐや姫は、類まれなる美しさと聡明さを持ちながらも、人間の世界には長くとどまることができない運命を背負っていました。5人の貴公子や帝までもが彼女を愛し、そばにいてほしいと願いましたが、彼女は月の都へ帰らなければなりませんでした。別れの夜、月の使者たちの光の前では誰一人として抗うことはできませんでした。涙ながらに翁と王に感謝を伝え、天の羽衣をまとった瞬間、かぐや姫の心から人間の情は消え、穏やかな表情のまま月へと帰っていきました。彼女を失った帝は深い悲しみに暮れ、不老不死の薬を受け取るも、それを飲むことなく富士山の頂で燃やしました。その煙は今も空へと昇り、かぐや姫の面影を映し出しているのかもしれませんね。こうして、竹取の物語は時を超えて語り継がれ、日本文学の礎となりました。あなたは、かぐや姫の運命についてどう思いますか？もし彼女が人間の世界に残ることができたら、どんな未来が待っていたのでしょうか？ぜひ、あなたの考えをコメントしてください。最後までご視聴いただいてありがとうございました。このチャンネルがよろしければ、ぜひチャンネル登録とライクボタンを押してくださると幸いです。よろしくお願いいたします。